全員があまりにも独自の思考回路で動いていて、BL を腐るほど見てきた私でさえ、その感情の奥底まで完全につかみきることはできなかった。理解したつもりになった瞬間に裏切られ、正しいと思った解釈はすぐに揺らぐ。それでもこの唯一無二の韓国 BL シークレットリレーションシップを私なりの視点で徹底的に解剖しよう。物語はダオンを中心に静かに回り始める。彼に惹かれたジェミン、スヒョン、そしてソンヒョン、それぞれが抱える欲望と執着はやがて交差し、絡み合い、誰一人として引き返せない場所まで沈んでいく。愛という言葉では到底足りない感情がむき出しになり、理性は削られ、関係は歪みながら深く落ちていく。皆さんこんにちは。 BL ホリックのムーニンです。ネタバレを含むのでご注意を。では早速始めましょう。学生時代、スヒョンとダオンの距離が明らかに近づいた瞬間を目撃し、ジェミンの中で何かが静かに反転する。そして口にしたのが常人なら決して思いつかない一言だった。俺たちが付き合っていることにしよう。そうしてしまえばダオンはどちらのものにもならないとスヒョンに提案する。それはジェミンの内側に潜んでいたブラックホールのような闇が初めてはっきりと姿を現した瞬間だった。奪えないなら壊す。その発想の歪みはこの先彼がどこまで狂っていくのかを十分に予感させるものだった。対照的にスヒョンの弱さはそこでむき出しになる。ダオンが本当に好きなのは自分だと最後まで信じきることができなかった。ジェミンに奪われるくらいならいっそ嘘で世界を塗り替えた方がマシだと、そんな愚かで痛々しい提案にさえ彼は同意してしまうのだ。ダオンはそんな2人の約束などを知るはずもなく、スヒョンに思いを伝えようと向かった先で告げられたのは2人がすでに付き合っているという事実だった。胸の奥が一瞬で凍りつき、言葉は喉の奥で砕け散る。それ以来ダオンは自分の本当の気持ちを二度と表に出さなくなる。それで3人で壊れずにいられると信じたスヒョンの期待はあまりにも甘かった。ジェミンは次に静かにスヒョンを排除しようと動き出す。ジェミンは人を雇い、その男に酒の席でダオンを酔わせ、服を脱がせろと命じた。仕組まれた悪意の中で限界まで酔わされたダオンが最後に頼ったのはスヒョンだった。駆けつけたスヒョンはダオンに手を出した相手を半殺しにするほど激高する。しかし実際には母親はすでにその思いに気づいていた。その上で息子の留学を決断する。そこにジェミンのそそのかしが重なり、背中を押されるようにしてスヒョンはついにダオンを置き去りにし、この地を離れる道を選んだ。戻ってくればまた以前のようにやり直せると信じたまま、7年という長い時間を海外で過ごすことになる。置いていかれたという事実はダオンの心に深く沈み、裏切られた痛みとして残り続ける。許したいのに許せない、そのねじれた感情が現在へとつながり、そして今のスヒョンは怒りと絶望に飲み込まれ、かつての面影を失っていた。そして最近になって現れたのがもう一人の男、ダオンの部下であるソンヒョン。出会いは最悪で、ダオンは彼に全く興味を示さなかった。だがソンヒョンはひるまず、まるで捨てられてもなお尻尾を振る犬のように、ただひたすらダオンのそばに立ち続ける。そのあまりにもまっすぐな思いに凍りついていたダオンの心は少しずつひび割れ、閉じ込めてきた悲しみから解き放たれようとしていた。そんな変化をもちろんジェミンとスヒョンは黙って見ているはずがない。ジェミンは再び水面下で糸を引き、スヒョンの不安と劣等感を巧みに刺激していく。守りたいはずの感情は歪められ、行き場を失った怒りは膨れ上がり、やがて抑制を失う。そしてその矛先は結局すべてダオンへ向かう。愛しているはずなのに口からこぼれるのはトゲのある言葉ばかり。守れなかった過去と奪われるかもしれない現在への恐怖がスヒョンをさらに追い詰め、関係は修復されないままさらに崩壊へと向かってしまう。ここまではダオンを思う3人の感情は比較的整理できる。だが肝心のダオン自身が何を抱えていたのかとなると、途端に輪郭が曖昧になる。11年前、高校生だったダオンは大学のキャンパスでジェミンを遠くから見つめていた。あの時の感情はきっと手に届かない高みにいる人を見上げるようなものだったのだろう。憧れに近く触れてはいけない光のような存在。ところがその距離を破ったのはジェミンの方だった。唐突な家庭教師の申し出をきっかけに2人は連絡を取り合うようになった。
ダオンが抱えていたのは恋というより崇拝に近い感情だったのかもしれない。名前も付けられないまま、ただ強く惹かれていった。その正体が分からなくても胸が焦げつくほどの熱だけは確かで、あの頃のダオンは間違いなくジェミーに恋をしていた。だが同じ大学に進み、日常を共にする時間が増える中で、スヒョンという存在はゆっくりと、しかし確実にダオンの内側へ入り込んでいく。ジェミーに向けていた崇拝にも似た恋とは違って、ダオンがスヒョンに抱いたのははっきりと恋人同士の形を求める愛情であり、衝動を抑えきれず告白したいと願う種類の感情だった。そして7年の月日が流れ、戻ってきたスヒョンの姿をダオンは目撃する。止まっていた時間が強引に動き出す。その後ダオンはジェミンに告白するが、あっさりと拒まれる。ダオンは確かにジェミンを好きだったけれど、その心にいつもジェミンだけがいたわけではない。スヒョンが戻ってきた直後というタイミングを思えば、2人が再び結びつくのを止めたいという焦りがなかったとは言い切れないし、スヒョンとの衝突に心身ともに削られ、優しくて安全に見えるジェミンの愛に逃げ込みたかった可能性もある。同僚のソンヒョンからも思いを向けられてはいたが、告白の時点での気持ちの重さはまだジェミンの方が上だったのだろう。ただそれがスヒョンよりも深い愛だったのかと問われれば、答えは簡単ではない。ダオンの心は常に一方向ではなく、過去と現在、憧れと現実の間で揺れ続けていたのだ。ジェミンは頭が切れ、人の感情の揺れを読むことに長けている。ダオンの告白が純粋に自分だけを求めたものではなく、どこか避難所を探すような響きを帯びていることにもきっと気づいていたのだろう。しかもジェミンは常識の延長線では捉えきれない論理で動く人間なため、彼を完全に理解できるのは同じ闇を除いたものだけだと思わせるほどに。それを証明するかのように、ダオンの心がジェミンから離れかけた瞬間、ジェミンは瞬き一つしないまま自らの手首にナイフを突き立てる。ダオンをつなぎ止めるためなら自分の血さえも道具にする、その異常な覚悟が彼という人間の底をあらわにする。理解しようと必死に食らいついたものの、凡人の私は結局どこかで振り落とされてしまった。締めにダオンを誘拐し心中しようとする、その極端さこそジェミンという人間の帰結だった。愛を手放すくらいならいっそ世界ごと終わらせる。そこまで追い詰められてもなお自分本位なやり方でしか選べなかった。だがその時点でダオンの心はすでにソンヒョンへと向いていた。揺れていたはずの感情は気づけば一つに定まり、命の危機の中で彼を救い出したのもまたソンヒョンだった。その流れの中で2人は恋人になるのはむしろ自然だったと言える。スヒョンは過去となり、ジェミンは選択肢から外れる。わがままで傷だらけで何度も間違えるダオンをそれでも諦めずに包み続けたのはソンヒョンだけだった。だからこそ病院へ駆けつけた瞬間、ダオンの心に迷いはなかった。正直に言えばこの4人の中で一番感情を持っていかれたのはスヒョンだった。あの時自分の弱さと向き合えず愚かな選択をして全てを失った。それは紛れもない事実だが、彼もまた被害者の一人だったと思う。父からは会社を継げという重圧をかけられ、男を好きになるなど許されるはずもない環境で育ち、逃げ場のないまま追い詰められていく。その好きをジェミーに疲れ、操られるようにして一歩踏み外してしまった。7年後、戻ってきた彼は過去を正そうと必死になるが、今度は自分自身を見失う。真正面からぶつかろうと決めた時には、もう時間は残酷なほど過ぎ去っていた。スヒョンには人間の弱さも抗えない社会の理不尽さも、間違いを犯しながらそれでも戦おうとする意地も全部が詰まっている。完璧ではないからこそ痛々しく、愚かだからこそ切実で、だからこそ私は一番彼に惹かれてしまったのだ。また次回お会いしましょう。ではでは。